先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ひよこです。どうも、にわとりです。ひよこさん、なんだか浮かない顔してますね。そうなんです。この時期になると毎年ある言葉に頭を抱えちゃうんです。ある言葉。もしかして確定申告ですか？それです。確定申告。名前は聞くけど正直何のことかさっぱりで。わかります。じゃあ今日は税金と確定申告丸ごと噛み砕いていきましょう。その前に前回の振り返り少しだけいいですか？もちろん。前回は日本で安く住むための日本語でしたね。はい、公営住宅とか家賃を抑える方法をいろいろ教わりました。キーフレーズは身の丈に合ったでしたね。よく覚えてます。今日のキーフレーズも最後にちゃんと出てきますか？もちろん。税金にぴったりのいいことわざを用意してますよ。じゃあ本題に入りますね。にわとり先輩、そもそも確定申告って何ですか？一言で言うと、1年間の所得と税金を自分で計算して国に報告する手続きです。自分で計算して報告する。うわ、もう難しそう。最初はそう感じますよね。でも仕組みが分かればそんなに怖くないんです。本当ですか？私、税金って聞くだけで逃げ出したくなるんですけど。その気持ちすごくわかります。でも知らないままだと損することもあるんですよ。損、それは困ります。お金戻ってこないってことですか？そうなんです。払いすぎた税金が申告すれば戻ってくることもよくあるんです。戻ってくる。それはちょっと聞き捨てならないですね。でしょ？今日はその戻ってくる仕組みも含めて順番に見ていきましょう。お願いします。今日はしっかりメモを取ります。いいですね。まずは確定申告ともう一つよく聞く言葉の違いからいきましょう。もう一つ、なんだろう、気になります。年末調整という言葉です。会社で働いている人なら必ず出てくるやつ。さっきの年末調整、あれと確定申告って何が違うんですか？いい質問です。どっちも1年分の所得税を正しく精算する手続きなんです。同じ目的なんですね。じゃあ何が違うんだろう？一番大きいのは誰がやるかです。年末調整は会社が、確定申告は自分でやる。あ、そこが違うんだ。会社がやってくれるなら楽ですね。そうなんです。会社員の多くは年末調整だけで税金の精算が終わっちゃう。じゃあ会社員は確定申告しなくていいってことですか？基本はそうです。ほとんどの人は年末調整だけで大丈夫。よかった。ちょっと安心しました。ただしです。会社員でも確定申告をした方がいい人、しなきゃいけない人がいる。そうなんですか？急に不安になってきた。大丈夫。一つずつ見ていけば自分が当てはまるかすぐわかりますよ。お願いします。まず、そもそも所得税ってどうやって決まるんですか？ざっくり言うと、1年の儲けに税率をかけて計算します。この儲けを所得と呼ぶ。所得、収入と同じ意味じゃないんですか？そこ混同しやすいところ。収入から経費や控除を引いた残りが所得です。収入から引き算した残り。じゃあ、引けるものが多いほど。そう。所得が減って税金も減る。だから控除って言葉がすごく大事になる。控除。さっきから何度も出てくるその言葉。今日の主役みたいなものです。控除は税金を計算する前に引いてくれる金額のこと。引いてくれる金額。それが多いと税金が安くなる。その通り。で、その控除の中には年末調整では扱えないものがあるんです。使えない。それを使うには。そう、確定申告が必要になる。だから会社員でも申告した方がいい人が出てくる。なるほど、話がつながってきました。では会社員でも申告がいる代表的なケースを挙げていきますね。はい、指折り数えます。まず医療費がたくさんかかった年。次にふるさと納税をした場合。医療費とふるさと納税。それから副業で一定以上の収入があった人。
家を買って住宅ローンを組んだ初めの年。副業と住宅ローン、だんだん増えてきましたね。あとは年の途中で会社を辞めて、その年に再就職しなかった人。退職した人も。なんか意外と身近な話ばっかり。そうなんです。特別な人の話じゃない。誰にでも起こりうる。確かに病気もするし、引っ越しもするし。でしょ？しかもこの多くは申告すると税金が戻ってくる。嬉しいパターン。戻ってくる方。それならがぜんやる気が出ます。その域です。じゃあ一つずつ丁寧に見ていきましょう。まずは医療費から。医療費控除ですね。お願いします。医療費控除は1年間に払った医療費が多いと税金を軽くしてくれる制度です。多いとってどのくらいからですか？目安は1年で10万円を超えたら、そこから先が控除の対象になります。10万円。結構いきますね、家族がいると。そう、そこがポイント。医療費は生計を同じくする家族の分も合算できるんです。家族の分も足せる。じゃあ子供の通院とかも入ります。それに病院の治療費だけじゃない。処方された薬や通院の交通費も入る。交通費まで。それは知らなかった。ただし条件があります。所得が低い人は10万円じゃなくて所得の 5% が基準。5%。それはつまり所得が200万円未満の人はその 5% を超えた分から対象になるということ。なるほど。10万円に届かなくても諦めなくていいんだ。そこ大事。だから家族の医療費のレシートは1年間捨てずに取っておくといい。レシート大事にします。今まで速攻で捨ててました。多いんですよそれ。あと上限もあります。医療費控除は最大で200万円まで。上限200万円。そこまで行く人は相当ですね。大きな入院や手術だと届くこともある。それだけ守ってくれる制度ということ。頼もしい。薬局で買う市販薬は関係ないんですか？いいところに気づきましたね。実は市販薬向けの別の仕組みもあるんです。別の仕組み。何ですかそれ？セルフメディケーション税制。対象の市販薬を年間1万2000円を超えて買ったら使える。1万2000円から医療費控除よりぐっと下がりますね。そう、ハードルが低い。控除額は超えた分で最大8万8000円まで。使いやすそう。両方一点に使えるんですか？そこは注意。この2つはどちらか一方しか選べません。両取りはできない。選択制なんだ。じゃあ得な方を選ばないと。そういうこと。大きな医療費がかかった年は前者、市販薬中心なら後者と考えるといい。自分の1年を振り返って選ぶんですね。奥が深い。じゃあ次、会社員に一番人気のふるさと納税に行きましょう。聞いたことあります。お肉とか果物がもらえるやつですよね。それです。仕組みはこう。好きな自治体に寄付をするとお礼の品が届く。寄付でもお金を出すんですよね。得なんですか？そこがうまい。寄付した額のうち2000円を超えた分が税金から差し引かれるんです。じゃあ実質2000円でお礼の品がもらえるってこと？条件の範囲内ならそういう理解で大体合ってます。だから人気なんです。それはお得。上限って人によって違うんですか？違います。収入や家族構成で変わる。各サイトの試算ツールで目安が出せますよ。自分の上限をまず調べる。わかりました。で、ここからが今日の本題に絡むふるさと納税には確定申告がいる場合といらない場合がある。いらない場合も、それは助かる。ワンストップ特例という仕組みがあってね、条件を満たせば申告なしで控除が受けられる。ワンストップ特例。名前からして簡単そう。実際楽なんです。条件は寄付先が1年で5つの自治体までであること。5つまで。6つ以上になると
その時はワンストップは使えず、確定申告が必要になります。なるほど、数で決まるんですね。他にも条件は？もともと確定申告をしない会社員というのも条件。各自治体に申請書を出しておく。寄付するたびに申請書。ちょっと手間ですけど、申告よりは楽そう。そう。ただし、大事な落とし穴が一つあるんです。落とし穴。急に緊張してきた。さっきの医療費控除、あれで確定申告をすると、ワンストップが無効になるんです。無効。せっかく申請書を出したのに。そこなんです。だから医療費控除で申告するときは、ふるさと納税も一緒に申告し直す。一緒に。忘れるとどうなるんですか？ふるさと納税の控除が丸ごと抜け落ちる。つまり丸損になりかねない。丸損。それは絶対避けたい。医療費とセットの時は両方申告。はい、そこだけしっかり覚えておいてください。毎年うっかりする人が多い。私、絶対やりそうだったので助かりました。次は副業の話。最近会社の外で稼ぐ人増えましたよね。増えました。私の周りにも休日に何かやってる人多いです。その副業で得た所得が1年で20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円。それは売上のことですか？いえ、売上じゃなくて所得。つまり稼いだお金から経費を引いた残りです。また出ましたね、所得。売上そのものじゃない。そう。例えば30万円売れても材料費で15万円かかっていたら所得は15万円。その場合は20万円を超えてないから申告は不要ということになります。だから経費の記録がここでも効いてくる。経費。今日のもう一人の主役ですね。その通り。後で詳しくやりましょう。ここで一つ注意点があります。はい、何でしょう？ 20万円以下で所得税の申告がいらなくても、住民税の申告は別に必要なことがある。住民税は別なんですか？ややこしい。そこはお住まいの役所で確認するのが確実。20万円ルールはあくまで所得税の話なので。所得税と住民税は分けて考える。メモしました。その2つの関係も後でちゃんと整理します。まずは全体像をつかんでいきましょう。はい、副業してる人は20万円が目安と。続いて家を買った人の話。住宅ローンを組むと住宅ローン控除というのが使える。住宅ローン控除。名前は聞きます。お得なんですか？かなり大きい。ローンの残高に応じて税金が何年にもわたって軽くなる制度です。何年も。それはありがたい。で、確定申告とどう関係が？ポイントは最初の1年です。1年目だけは必ず自分で確定申告をする必要がある。1年目だけ。じゃあ2年目からは？ 2年目以降は会社員なら年末調整でできるようになります。だから最初の1回が肝心。最初だけ頑張れば、あとは会社任せでいい。それならやる気になれます。そういうことです。しかもこれも税金が戻ってくる系。やらない手はない。戻ってくる系。今日その言葉に弱くなってます。人間そういうものです。家を買ったら初年度の申告忘れずに。初年度は確定申告。2年目からは年末調整。しっかり覚えます。会社員のケースあと少しだけ。まず年収が2000万円を超える人。2000万円。うわ、桁が違う。この人たちはそもそも年末調整の対象外。だから自分で確定申告をします。深い収入の人は自分で。なるほど。次に2カ所以上からお給料をもらっている人。掛け持ちしている人ですね。掛け持ち。それも意外と多そう。多いです。年末調整は基本1カ所でしかできない。だから残りを自分で生産する。2箇所目の分は自分で。忘れそうで怖い。そこは要注意。そしてさっきも触れた年の途中で退職した人。
退職してその年に再就職しなかった場合でしたね。よく聞いてましたね。この場合、年末調整を受けていないから税金を払いすぎていることが多い。払いすぎということは、そう、申告すれば戻ってくる可能性が高い。辞めた年こそ確定申告のチャンス。辞めた年はチャンス。ネガティブな出来事がちょっと救われますね。いい捉え方。知っているだけでこうして損を防げるんです。知は力なりって感じ。今日その意味を実感してます。ここでいつ申告するのか、期間の話をしておきましょう。そう、それ気になってました。締め切りいつなんですか？所得税の確定申告は原則2月16日から3月15日まで。この1ヶ月が本番です。2月16日から3月15日。ちょうど寒い時期ですね。そうなんです。ただ、その年によって締め切りが少しずれることがある。ずれる？どういう時にですか3月15日が土曜や日曜に当たると、次の月曜まで伸びる。だから、その年の日付は要確認。毎年正確な締め切りを確認する。わかりました。で、ここで朗報。税金が戻ってくる還付の申告だけは扱いが違うんです。還付の申告、どう違うんですか？還付申告は2月を待たなくていい。年が明けたらすぐに出せます。しかも、その年から5年間、いつでも申告できる。去年の分を今年出しても間に合うんです。5年も。じゃあ過去に払いすぎてた分も遡って取り戻せる可能性がある。医療費控除を忘れてたなんて時にも使える。諦めてた人、朗報ですね。私も過去を掘り返してみます。掘り返す価値ありますよ。ただし、逆に納める側の申告は期限を守ること。納める方は締め切り厳守。遅れるとどうなるんですか？余計な税金が上乗せされることがある。だから払う側は早めが鉄則です。余計な税金は払いたくない。締め切りカレンダーに書いときます。では、会社員が必ず手にする大事な紙の話をしましょう。源泉徴収票です。源泉徴収票、年末に会社からもらうやつですよね。それです。実はあの紙、宝の地図みたいなもの。読めるとすごく得します。宝の地図。でも私、数字がいっぱいでいつも見ないふりしてました。わかります。でも見るところは実はそんなに多くない。4つだけ押さえましょう。4つだけ。それならなんとかなりそう。1つ目、支払い金額。これがいわゆる年収。1年で会社から支払われた総額です。支払い金額イコール年収。ここはわかりやすい。2つ目、給与所得控除後の金額。年収から決められた控除を引いた後の数字。もう控除が引かれてる会社員はそこは自動なんですね。そう、会社員だけの特典みたいなもの。3つ目、社会保険料等の金額。社会保険料。毎月給料から引かれてるやつですか？それです。年金や健康保険。この金額は丸々控除になる。地味に大きい。全額が控除。それは大きい。4つ目、源泉徴収税額。これが1年で会社が先に納めてくれた所得税です。先に納めてくれた。じゃあこの額と本当の税金を比べて。めどい。払いすぎていれば戻り、足りなければ追加。それを精算するのが申告や年末調整。全部つながった。源泉徴収票ってそういう意味だったんだ。そういうこと。だから捨てちゃダメ。申告する時の一番大事な元データですから。絶対に取っておきます。あの紙がこんなに頼もしく見えるなんて。読めるようになると世界が変わりますよ。もう見ないふりはしなくていい。はい、今日家に帰って早速開いてみます。さっき約束した所得税と住民税の関係。
ここ混乱しやすいので整理しましょう。お願いします。2つの税金、何が違うんですか？まず納める先が違う。所得税は国に、住民税はお住まいの都道府県と市区町村に納めます。国と地元、行き先が別なんですね。そう、使い道もイメージしやすい。住民税はゴミ収集や学校や身近な暮らしを支えてる。自分の町のために使われてる。そう思うと少し納得。でしょ？で、タイミングも違う。所得税はその年に、住民税は翌年に後から来ます。住民税は1年遅れ。それは知らなかった。ここが落とし穴でね、収入が減った翌年に前の年の高い住民税が来て驚く人が多い。去年の分が今年来る。それは心の準備がいりますね。大事な感覚です。そして嬉しい話も。確定申告をすれば住民税の手続きは基本いらない。1回の申告で両方いける。そうなんです。申告した情報が役所にも回って住民税にも反映される。二度手間がない。一粒で二度おいしい。それは効率的。だから医療費控除やふるさと納税で申告すると実は住民税まで軽くなってるんです。見えないところでしっかり聞いてる。申告って思ったより働き者。いい表現。だから面倒がらずに一度やっておく価値があるんです。納得です。2つの税金つながってるんですね。ここまで控除と言ってきましたが、代表的なものをざっと紹介しましょう。待ってました。控除の種類いっぱいあるんですか？たくさんあります。全部覚えなくていい。自分に関係するものだけ押さえればいい。それなら気が楽。まずどれからですか？さっき出た社会保険料控除。年金や健康保険の支払いが丸々引ける大きいやつ。全額引けるやつでしたね。次、生命保険料控除。生命保険や医療保険に入っている人は一定額まで引ける。保険に入ってると控除がある。入りっぱなしの人多そう。そう、使い忘れがち。あと、地震保険に入っていれば地震保険料控除というのもある。地震保険も日本らしい控除ですね。続いて、家族に関わるもの。配偶者控除と扶養控除。養う家族がいると税金が軽くなる。配偶者は結婚相手のことですよね。扶養は収入の少ない家族を養っている状態のこと。子供や親を支えている人ですね。家族を支えてるとその分負担を減らしてくれる優しい制度。そういう思想なんです。そして誰にでも一律でつく基礎控除というのもある。基礎控除全員もらえるんですか？所得が一定以下なら誰でも。実は近年この基礎控除が引き上げられたんです。引き上げ、それは私たちにとっていいこと。そう、負担が軽くなる方向。ただ金額は所得によって細かく変わるので目安として捉えて、細かい数字はその都度確認。ざっくり増えた方向だと覚えておきます。それで十分。大事なのはこういう控除がたくさん用意されてると知っておくこと。自分に当てはまるものが意外とあるかも。ちゃんと探してみます。ここでよく混同される2つをはっきりさせましょう。控除と経費。確かにどっちも引けるお金ってイメージでごっちゃです。多いんですそれ。まず経費。これは仕事をするために実際に使ったお金のこと。仕事のために使ったお金。材料費とか交通費とか。その通り。売上からこの経費を引いて初めて所得が出る。所得を計算する前の段階です。経費は所得を出すために引く。じゃあ控除は？控除はその出てきた所得からさらに引くもの。医療費や家族の事情を考慮してくれる。順番が違うんですね。まず経費、その後控除。そこをつかめばもう混乱しません。経費は稼ぎのための出費。控除は暮らしへの配慮。稼ぎのための出費と暮らしへの配慮。
わあ、すごくわかりやすい。でね、会社員には経費という考え方があまりない。代わりに控除がありましたよね。あ、給与所得控除。会社員の経費みたいなものってことですね。よく覚えてる。国が会社員はこれくらい経費がかかるだろうと決めて引いてくれてる。だから会社員はレシートを集めなくていいんだ。楽をさせてもらってる。その代わり自分で経費を積み上げるのはフリーランスの人。次はそっちの話をしましょう。フリーランス。私の友達にも増えてきました。気になります。フリーランスや個人でお店をやってる人は会社の年末調整がありません。誰も代わりにやってくれない。そう。だから原則として全員が自分で確定申告をします。ここは避けて通れない。全員。会社員とはそこが大きく違うんですね。違います。彼らの儲けは事業所得と呼ばれる売上から経費を引いた残りですね。また売上から経費を引く。もう体に染み込んできました。いいですね。で、フリーランスの申告には大きく2つのやり方があるんです。2つ。名前はあるんですか？あります。白色申告と青色申告。まずはシンプルな白色から。白セロ。色の名前がついてる。面白い。白白申告は事前の届け出がいりません。何もしなければ自動的に白白になる。自動的に、じゃあ一番手軽なんですね。手軽です。帳簿も簡単な付け方でいい。始めたばかりの人には入りやすい。帳簿。お金の出入りを記録するノートみたいなものですか？まさにそれ。いつ、何に、いくら使ったか。売上と経費を記録していく帳面です。地道な作業ですね。でもそれがないと経費も証明できない。その通り。白色は手軽だけど実は大きな得を取り逃してもいる。そこで青色の出番。青色申告。なんだか本命って感じの登場。青色申告はちょっと手間がかかる代わりに大きな特典がもらえる仕組みです。特典。どんないいことがあるんですか？目玉は青色申告特別控除。最大で65万円も所得から引いてもらえる。65万円。それは大きすぎませんか？大きいんです。ただ65万円をもらうには3つの条件を満たす必要がある。3つ。ハードルがあるんですね。教えてください。1つ目、きっちりした帳簿。複式簿記という少し本格的な付け方をすること。複式簿記。名前からして難しそう。昔は大変でした。でも今は会計ソフトがほとんど自動でやってくれる。心配いりません。ソフトが助けてくれるならなんとかなりそう。2つ目は、2つ目、その帳簿から作った書類を期限内にきちんと出すこと。遅れると減額される。期限厳守。ここでも締め切りが大事なんですね。そして3つ目、電子申告。パソコンやスマホからオンラインで出すこと。オンライン。紙で出すとどうなるんですか？紙だと65万円ではなく55万円になる。その差が電子申告の力なんです。10万円の差。それはオンラインで出す気になります。でしょ？ちなみに簡単な帳簿しかつけない場合は10万円の控除に下がります。65万、55万、10万。きちんとやるほど得をする仕組み。よくまとめました。しかも青色の特典はそれだけじゃない。赤字の繰り越しもできる。赤字の繰り越し。それはどういうことですか？今年赤字でもその赤字を次の年からの黒字と差し引ける。それが3年間できる。収入が波打つ人には心強い。翌年頑張った分の税金が軽くなるんだ。そういうこと。だから本気でやるなら断然青色がおすすめ。ただし一つ注意が。注意。何でしょう？青色をやるには前もって
承認の申請書を出しておく必要がある。始める前の届け出です。事前の申請、思い立ってその年からすぐとはいかないんですね。そこだけ気をつけて。やろうと思ったら早めに1枚出しておく。それだけです。早めに1枚、フリーランスを始める人は覚えておくと得ですね。青色が魅力的なのは分かった。じゃあ、その前提になる経費についてもう少し。経費、結局何が経費になるのか、そこが一番知りたいです。基準は一つ。その仕事のために必要だった支出かどうか。それだけです。仕事に必要だったか。じゃあ、例えばどんなものが？打ち合わせで使ったカフェ代、仕事の道具、取材のための交通費、仕事関連の本なんかも。身近なものばっかり。家で働いてる人は家賃はどうなるんですか？いい質問。自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代の一部を経費にできるんです。一部、全部じゃないんですね。そう、生活にも使ってるから。仕事に使う割合を決めて、その分だけ入れる。家事暗分という。家事暗分、仕事と暮らしを線引きするんですね。その通り。例えば、部屋の3割を仕事に使うなら、家賃の3割を経費にするという考え方。なるほど。でもそれって証明できるんですか？そこが肝心。だからレシートや領収書を必ず取っておく。使った理由もメモしておくといい。また出ました、レシート。今日のもう一つの隠れた主役ですね。本当に。ただし一つ釘を刺しておくと、何でもかんでも経費はダメですよ。やりがちですよね。プライベートの買い物まで。そう、仕事と関係ないものを混ぜると後で問題になる。あくまで仕事のためのものだけ。線引きは正直に。ズルをすると結局自分に返ってくる。その姿勢が一番。正しく経費をつければ堂々と税金を軽くできる。後ろめたさもない。正しくやるのが結局一番お得で一番気持ちいい。さて、いよいよ実際にどうやって申告するか。今はすごく便利になったんですよ。そこ一番不安なところです。難しい書類を手で書くんですか？昔はそうでした。でも今はスマホ一つで申告まで終わる時代です。スマホで難しそうな手続きが。国が用意している確定申告書等作成コーナーというサイトがあってね、案内に沿って進める。案内に沿ってじゃあ質問に答えていく感じ？まさに。金額を入れると税額を自動で計算してくれる。電卓を叩く必要もない。計算しなくていい。それだけでハードルがぐっと下がります。でしょ？そして出来上がった書類をそのままオンラインで送る。これが電子申告です。さっき青色で出てきたあれですね。そう、e-tax とも呼ばれる仕組み。送るのに便利な道具がマイナンバーカード。マイナンバーカード持ってると便利なんですか？便利です。スマホでカードを読み取れば本人確認がその場で終わる。役所に行かずに済む。家から一歩も出ずに。それは本当に楽ちん。しかもさらに便利な仕組みも育ってきてる。マイナポータルというサービスと連携すると何が起きるんですか？保険料や医療費なんかの情報が自動で申告に取り込まれる。手入力がぐっと減るんです。自動で入ってくる。打ち間違いも減りそう。そうなんです。年々便利になってる。だから食わず嫌いはもったいない。食わず嫌い、まさに私のことです。多くの人がそう。一度やってみると意外とあっけない。来年はぜひ挑戦してみてください。はい、スマホでできるなら私にもできる気がしてきました。申告が終わった後、税金がどうやり取りされるか、そこも見ておきましょう。はい、戻ってくる場合はどうやって受け取るんですか？還付の場合は申告の時に自分の銀行口座を書いておく。そこに後日振り込まれます。口座に振り込み、
手渡しとかじゃないんですね。そう、電子申告だと比較的早く戻ってくることが多い。数週間が目安ですね。数週間で待つ楽しみがありますね。そこはご褒美みたいなもの。逆に納める場合はいくつか方法がある。払う方、窓口に行かなきゃダメですか？いえ、今は口座からの引き落としやスマホ決済でも払える。方法はどんどん増えてます。払うのも家でできる。便利になったな。ただ納付には大事なルールが一つ。締め切りまでにきちんと納めること。また締め切り、今日何度も出てきますね。それだけ大事ということ。忘れて放っておくと余計な税金が上乗せされることがある。せっかく計算したのに上乗せは悔しい。でしょ？だから申告と納付はセットで早めに終わらせる。それが一番安心なんです。早めにセットで。もし間違えちゃったらどうなるんですか？落ち着いて、間違いに気づいたら後から正しい内容に出し直すこともできます。やり直せる。それを聞くとすごく気が楽になります。完璧を目指さなくていい。まず出してみる。間違えたら直せばいい。それくらいの気持ちで。ハードルがまた一段下がりました。怖がりすぎてたな。副業の話に少し戻りますね。副業って実は全部が同じ扱いじゃないんです。種類があるんですか？副業は副業じゃなくて。そう、ざっくり2つの見方がある。ちょっとした小遣い稼ぎか、事業として本気でやってるか。小遣い稼ぎと事業、それで何が変わるんですか？本格的な事業だと認められると事業所得という扱いになって、青色申告が使える。青色、65万円のあれ。じゃあそっちの方が得なことが多い。ただその分きちんと帳簿をつけるという責任もついてくる。権利と責任はセット。うまくできてますね。その通り。じゃあその境目はどこか。規模や続けている度合い、本気度で判断される。はっきり金額で線引きじゃないんですね。そこが少し難しいところ。だから自分がどっちか迷ったら税務署で相談するのが確実。また困ったら聞く。今日その大切さ身に染みてます。いいことです。自己判断で突っ走るより一度聞いた方が後で安心できますからね。副業してる人は自分の立ち位置を一度確かめる。メモしました。フリーランスを始める人にもう一つ、始めた時に出す開業届という紙があります。開業届、お店を開く時のあれみたいな。近いです。個人で事業を始めましたという届け出、これを出すと正式に事業者になる。紙一枚で事業者、なんだか身が引き締まりますね。でしょ？で、ここがちょっとしたコツ。その時に青色申告の申請も一緒に出しておく。セットで出しておく。後から慌てなくて済む。そうなんです。さっき言った通り、青色は前もっての申請が必要。始める時が絶好のタイミング。スタートと同時に種をまいておく感じ。うまいこと言う。まさにそれ。最初に一手間かけておくと翌年大きく実る。今日のキーフレーズがまた顔を出しましたね。鋭い。今日の話全部そこにつながってるんですよ。動けば実る。動かなきゃ何も始まらない。フリーランス志望の人はまず2枚の紙から。開業届と青色の申請、この2枚でいいスタートが切れます。覚えておきます。始まりの2枚の紙。税金は1人だけじゃなく家族全体で見るとまた景色が変わるんです。家族全体でどういうことですか？例えば夫婦2
2人ともバリバリ働くか、片方がもう片方の扶養に入るか。形はいろいろ。扶養に入るとさっきの控除がある方ですね。そう、養う側の税金が軽くなる。だから家族の働き方で世帯全体の手取りが変わってくる。世帯でいくら残るか、個人だけじゃ見えない話。そこがポイント。さっきの年収の壁もこの家族の話と深く関わってるんです。壁を意識しながら働き方を選ぶ。でもここで大事なこと。壁を気にしすぎて働くのを我慢するのがいいとは限らない。そうなんですか？壁は越えない方がいいのかと。壁を越えてもその分たくさん働けば世帯の手取りは結局増えることも多い。ケースバイケース。一概に抑えればいいじゃないんだ。そう。だから家族で一度数字を並べて話し合ってみるのがいい。それが賢い付き合い方。家族会議大事ですね。税金って暮らしそのものなんだ。ここまでいろんなケースを見てきました。頭を整理するために3つに分けてみましょう。3つ。それは分かりやすそう。お願いします。タイプ1。一箇所の会社で働く普通の会社員で特別なことが何もない人。その人はどうすれば？年末調整だけで基本完了。確定申告はしなくていい。一番気楽なタイプ。多くの会社員がここですね。そう。タイプ2。会社員だけど医療費やふるさと納税や副業や住宅ローンの初年度がある人。その人は確定申告をした方がいい。した方がいいというよりした方が得することが多い。戻ってくる系ですね。面倒がると損するあのパターン。その通り。そしてタイプ3。フリーランスや個人でお店をやってる、事業をしている人。その人は必ず確定申告。そう、避けて通れない。できれば青色できちんと経費と控除をしっかり積み上げる。1、2、3。自分がどのタイプか、まずそこからなんですね。そこが出発点。自分の型が分かれば今日の話のどこが自分に効くか見えてくる。全部を一度にやらなくていい。自分の分だけ。急に身軽になりました。それが今日一番持って帰ってほしい感覚です。自分の型から一歩始める。自分の型から一歩。よし、私も動けそうです。さっき社会保険料は全額控除になると言いましたよね。ここ深掘りしておきましょう。はい、年金や健康保険の分でしたね。会社員は給料から自動で引かれる。だからあまり意識しない。でもそうじゃない人もいる。自動じゃない人？それはどんな人ですか？フリーランスや退職してしばらく無職だった人。自分で年金や保険を納めるんです。自分で直接。それは結構な負担ですよね。大きいです。でも朗報。その自分で払った分も丸々控除になるんです。全額。それは忘れずに申告したい。そうなんです。しかも家族の分を代わりに払ってあげた場合も対象になることがある。家族の分も、例えば学生の子供の年金を払ってあげたみたいな。まさにそういうケース。だから誰の分をいくら払ったか、記録がここでも生きてくる。また記録。今日の裏テーマは記録を残そうですね。その通り。自分で払った証明の書類もちゃんと届くので、これも箱へ。控除の箱大活躍。どんどん頼もしくなってきた。でしょ。特に退職した年はこの控除を使わないともったいないことが多いんです。辞めた年はチャンスの年。さっきの話とつながりましたね。会社員の人にもう一つ大事な話を。年末調整で出し忘れることってあるんです。出し忘れ。証明書のハガキとか。
そう、締め切りに間に合わなかったり、その年に結婚して控除が増えたのに間に合わなかったり。それは悔しい。もう取り返せないんですか？いえ、そこが今日の朗報。会社の年末調整で漏れた分は自分の確定申告で取り返せる。会社で終わった後でも自分で追加でやれる。そうなんです。しかもこれは還付、つまり戻ってくる系。さっきの5年ルールも使える。5年遡れる。じゃあ過去の出し忘れも掘り返せる可能性がある。あの時のハガキまだあるかなと探してみる価値はある。家の引き出しをひっくり返したくなってきた。その息。年末調整は便利だけど万能じゃない。漏れたら自分で仕上げればいい。会社任せで終わりじゃなくてもいいんだ。自分でも動ける。その主体性が大事。知っていればこうして取りこぼしを拾い直せるんです。知は力なり。今日この言葉を何回実感しただろう。じゃあフリーランス版の実演もやってみましょうか。仮にあなたが個人で働いてるとして、はい、私はフリーランス。去年1年で売上が300万円あったとしましょう。まずここから何を引く？経費ですね。仕事のために使ったお金。正解。仮に経費が100万円かかったとする。すると所得はいくらになりますか？300万円から100万円を引いて200万円。その通り。ここで青色申告をしているとさらに特別控除が引ける。最大で65万円でしたね。よく覚えてる。200万円から65万円を引ける。さらにそこから控除も引いていく。社会保険料とか基礎控除とかあのあたりですね。その通り。どんどん引いていくと最後に税金がかかる所得がぐっと小さくなる。引き算のオンパレード。引けば引くほど税金が軽くなる。そうだから経費と青色と控除、この3つをきちんと積み上げるのが大事なんです。で、その計算は自分で電卓を叩くんですか？いえ、会計ソフトが帳簿からほとんど自動で作ってくれる。あとはそれをオンラインで送る。電子申告 e-tax で。それが65万円の条件の一つ。完璧につながってる。日々帳簿さえつけておけば申告シーズンは送信ボタンを押すだけ。やっぱり日頃の積み重ね。フリーランスは記録が命ですね。その通り。逆に言えば記録さえあれば怖くない。一歩ずつ慣れていけば大丈夫。私の友達にも教えてあげたくなりました。ここまで取り返す、軽くするって話が多かったですけど、少し視点を変えてみましょう。視点を変える。どういうことですか？税金って取られるっていう感覚が強いですよね。でもその使い道を考えたことありますか？使い道、あんまり意識したことなかったです。例えば住民税。あれはゴミの収集や図書館や身近な暮らしを支えている。毎日使ってる道や公園もそうですよね。そうなんです。所得税は国全体の医療や教育やいろんな仕組みを動かしている。そう考えるとちょっと見え方が変わりますね。でしょ？だから正しく納めるのも大事。そして払いすぎたら正しく取り返すのも大事。納めるのも取り返すのもどっちも正しくバランスなんですね。その通り。ズルをして逃げるのでもなく、知らずに損をするのでもない。ちょうど真ん中。知って正しく付き合う。それが大人の税金との距離感。いい言葉。税金は敵でも味方でもない。仕組みを知ればうまく付き合える相手なんです。今日でその距離がぐっと縮まった気がします。じゃあ質問コーナーの続きもいきましょうか。まだ聞きたいことありそうですね。あります。
じゃあ遠慮なく。現金で手渡しでもらった副収入も申告するんですか？いい質問。はい、収入は現金でも振り込みでも収入は収入。同じように扱います。手渡しだからなかったことにはできない。できません。そこは正直にバレるバレないの話じゃなくて、それが正しいというだけ。正直が一番。わかりました。じゃあ次。何年前まで遡れるんでしたっけ？還付の申告は5年間。だからうっかり忘れてた控除もここ数年分ならまだ間に合う。諦めるには早い。過去も掘り返す価値あり。その通り。じゃあこんな疑問も。引っ越して住所が変わったらどこに出すのか。それ迷いそう。前の町ですか？今の町ですか？そこはその時の状況で決まるので、迷ったら役所や税務署で確認するのが確実です。困ったら聞く。今日の合言葉ですね。その通り。最後にこれ。忙しくて期限に間に合わないかもっていう不安。それ私も心配。ギリギリになりそうで。戻ってくる。還付だけなら2月を待たず早めに出せる。じらなくていい。納める方は早めに準備でしたね。そう。どうしても難しそうなら早い段階で窓口に相談しておく。一人で抱え込まないこと。早めの相談が一番の安心。疑問がだいぶ晴れました。ここでよく話題になる年収の壁の話も少ししておきましょうか。年収の壁、103万円の壁とか聞いたことあります？それです。パートで働く人がこの金額を超えると税金や扶養の扱いが変わるという目安。だからその手前で働く時間を抑える人がいる。そうなんです。ただこの壁近年見直されてね、目安が上の方に動いたんです。上がった。それは働く人には嬉しい話でしょ。例えば税金がかからない年収の目安が160万円くらいまで引き上げられた。160万円。前よりだいぶ余裕ができましたね。配偶者を扶養に入れられる年収の基準も上がりました。123万円くらいが一つの目安。123万円。数字が細かいですね。そこなんです。この手の数字は改正でちょこちょこ動く。だから目安として捉えてください。正確な数字はその年に確認する。今日何度も出てきた合言葉ですね。よく掴んでる。細かい額より壁は上がる方向で見直されたという流れを知っておけば十分。働き方を必要以上に我慢しなくてよくなってきた。いい方向。じゃあ頭で分かった気になったところで一回実演してみましょうか。実演？私がやるんですか？ええ。仮にあなたが去年大きな手術をして入院したとしましょうわ、想像したくないけど、はい、入院したと。医療費が家族の分も合わせて1年で20万円かかった。さあ、最初にやることは？レシートを集める。正解。病院の領収書、薬局のレシート、通院の交通費のメモ、全部かき集める。はい、集めました。20万円分。次は10万円を超えた分が控除の対象。だから20万円から10万円を引いて10万円が控除の対象になる。その通り。その10万円分所得が減る。所得が減れば税金も減る。ここまでいいですか？はい。じゃあその後はどうするんですか？会社からもらった源泉徴収票を用意してあのサイトに金額を打ち込んでいく。確定申告書と作成コーナーでしたね。よく覚えてる。医療費の合計を入れると戻ってくる金額が画面に出る。それを見ておーってなる。そう。あとは口座を書いて送信するだけ。これで申告は完了です。もう終わり。
思ってたよりずっとシンプル。そうなんです。怖いのは最初のイメージだけ。手を動かせば案外あっさり終わる。やる前が一番怖い。始めちゃえばなんとかなる。その気づきが今日一番の収穫かもしれませんね。もう一つ、ふるさと納税も1年の流れで追ってみましょお願いします。いつ何をすればいいのか順番が知りたいです。う。まず、年値のどこかで自分の寄付の上限を試算ツールで調べる。これが出発点。条件を先に知る。使いすぎ防止ですね。そう。次に、その範囲で応援したい自治体に寄付をする。お礼の品を選ぶ。楽しい時間。そこは通販みたいでワクワクしそう。実際そんな感覚。寄付をすると寄付を証明する書類が届く。証明する書類。それは大事に取っておくやつですね。冴えてる。申告するときに必要になるから。で、ここで2つの道に分かれる。ワンストップか確定申告か。その通り。医療費控除も何もなくて、寄付先が5つまでならワンストップで完結。各自治体に申請書を出しておくんでしたね。逆に医療費控除もやるとか、寄付先が6つ以上なら確定申告でまとめて出す。その時はふるさと納税も一緒に申告する。マルソン同士。完璧です。そして翌年、住民税が安くなる形で控除が効いてくる。これで一周。翌年にじわっと効く。すぐじゃないんですね。そこがミソ。お礼の品は先にもらえて、税の恩恵は後からついてくる。先に楽しんで後で得する。よくできてる。でしょ？制度を正しく使えば、応援と節約が両立できる。いい仕組みなんです。応援したい町に貢献して自分も助かる。なんかあったかい。さあ実際に申告するとなったら、何を手元に揃えればいいか整理しておきましょう。それ知りたいです。当日慌てたくないので。まず会社員なら源泉徴収票。これは絶対の1枚。一番大事なやつでしたね。次に各種の控除証明書。保険会社なんかから秋に届くあのハガキです。ああ、来ます来ます。いつもよくわからずにしまい込んでました。多いんですよそれ。あれが控除の証拠になる。捨てちゃもったいない。秋のハガキは大事にする。メモしました。それから医療費のレシートやその1年分をまとめたメモ。ふるさと納税の寄付の証明。自分が使った控除の証拠を全部集める感じ？その通り。あとマイナンバーがわかるものと還付を受け取る銀行口座の情報。口座は戻ってくるお金の受け皿ですね。うまいこと言う。フリーランスならこれに1年分の帳簿と経費のレシートが加わる。やっぱり日頃の記録がものを言うんですね。そこなんです。申告は1日の作業。でもその材料は1年かけて少しずつ貯めておくもの。普段から箱を一つ用意して放り込んでおくといいかも。明暗です。控除の箱と名付けて、1年後の自分がきっと感謝しますよ。未来の自分のために今日から箱を作ります。今の秋のハガキ、あれ実はすごく大事なので、もう少し話しておきますね。はい、控除証明書でしたっけ？そう、生命保険料の証明書とか、年金の掛け金の証明書とか、秋から冬にかけて順番に届く。いろんなところから来るんですね。来ます。会社員はそれを年末調整で出す。フリーランスや申告する人は申告の時に使う。どっちにしても必要になる。そう。なのにこれをなくす人が本当に多い。届いた瞬間意味がわからず放置される。耳が痛い。まさに私がそのタイプ。でも今日で卒業。あのハガキは税金を安くする割引券みたいなものですから。割引券、そう言われると急に大事に見えてきた。捨てるのは割引券をゴミ箱に入れるのと同じ。もったいないでしょ。絶対取っておきます。
さっきの控除の箱に直行ですね。その息。届いたら中身を確認して箱へ。それだけで申告がぐっと楽になる。小さな習慣が後で大きく効く。積み重ねって大事。ここらでみんなが密かに気になってる素朴な疑問に答えていきましょうか。待ってました。実は聞きたいこといっぱいあります。どうぞ遠慮なく。じゃあまず、戻ってきた還付金ってまた税金がかかったりしないんですか？いい疑問。基本的にはしません。あれはもともと払いすぎた分が返ってきただけ。自分のお金が戻ってきただけ。だから新しく税金はかからない。そういう理解でいい。得したというより取られすぎを正しい額に戻したという感覚。なるほど。じゃあ次の疑問。申告したら税務署に目をつけられたりしませんか？よく聞かれます。正しく申告する人が目をつけられることはありません。むしろ逆。逆。ちゃんとやる方が安心ってこと。そう、正直に出しておけば堂々としていられる。やましいことが何もないですから。変に隠す方がかえって不安になりますもんね。その通り。じゃあもう一つ。少額だから申告しなくていいやはどうか。それやりがち。少しならいいかなと思っちゃう。気持ちはわかる。でも少額でも申告した方が逆に得することが結構ある。戻ってくる側なら少額でもやる価値あり。そういうこと。金額の大小よりまず自分がどっち側か、それを確かめるのが第一歩。戻る側か納める側か、まずそこを見る。すっきりしました。とはいえ頭で分かってもなかなか一歩が出ない。その気持ちもよくわかるんです。そうなんです。分かってもつい後回しにしちゃう。多くの人がそこでつまずく。だからつまずきやすいところを先に潰しておきましょう。お願いします。まず何が壁になるんですか？一番多いのは難しそうという思い込み。でもさっき実演した通り案外あっさりでしたよね。確かにやる前が一番怖かった。次に多いのが時間がない。これは材料を日頃から箱に入れておけば当日は短く済む。紅茶の箱がここでも効くんですね。効きます。そして間違えたらどうしようという不安。これも後で直せるでしたよね。完璧じゃなくていい。まず出してみる。その通り。それでも不安なら一人で抱えなくていい。相談できる窓口もちゃんとある。聞ける場所がある。それだけで心強いです。でしょ？申告の時期は相談の場も増える。わからなければそこを頼ればいい。一人で完璧にやろうとしなくていいんだ。少し肩の力が抜けました。それでいい。最初の1年を超えれば2年目からはぐっと楽になりますから。一回やれば慣れる。習うより慣れろですね。まさに。だから今年こそその一歩を踏み出してみてほしいんです。はい、今年こそ後回しにしません。最後に1年の流れをカレンダーでざっと復習しておきましょう。全体像。それがあるとすごく安心します。まず1年の間ずっとやっておくこと。レシートや証明書をあの箱に貯めていく。土台は日々の積み重ね。そう、秋になると控除証明書のハガキがあちこちから届き始める。これも箱へ。秋はハガキの季節。もう忘れません。年末になると会社員は年末調整、そして1月に源泉徴収票をもらう。年末調整で一区切り。会社員はここで多くが終わる。そう。でも医療費やふるさと納税や副業がある人はここからが本番。年が明けたら準備開始ですね。その通り。還付だけなら1月からもう出せる。急ぐほど早く戻ってくる。戻る人は早い者勝ちみたいな感覚。そんな感じ。そして2月から3月が確定申告の本番の期間。
2月16日から3月15日あたり。締め切りはその年に確認。完璧です。納める人はその期間内に納付まで済ませる。これで1年がきれいに一周する。貯めて、備えて、申告して、清算する。流れが体に入ってきました。その感覚が一番大事。細かい数字は後からいくらでも調べられますから。流れさえつかめば、あとは怖くない。今日で確定申告と仲良くなれた気がします。最後に日本で暮らす海外出身の人に向けて少し補足しておきましょう。そうですね。仕組みが母国と違うと戸惑いますよね。まず大前提。日本で働いて収入がある人は国籍に関係なくこの仕組みの中にいます。国籍は関係ない。みんな同じルールなんですね。そう。会社員なら年末調整。副業や医療費があれば確定申告。ここまでの話が全部当てはまる。じゃあ今日の内容はそのまま役に立つ。立ちます。一つだけ覚えておくといいのが、書類は意外と何年も取っておく必要があること。何年も捨てちゃダメなんですね。そう。特にフリーランスの帳簿やレシートは長く保管する決まりがある。引っ越しでもなくさない。帰国する時なんかも気をつけることがありそう。ありますね。年の途中で日本を離れる場合は手続きが変わることがある。そういう時はどうすれば？そこは自己判断せずに税務署や役所の窓口で必ず確認するのが一番です。わからない時は聞く。前回のキーフレーズもそうでしたね。よくつなげましたね。聞くは一時の恥でしたっけ。税金こそ遠慮なく聞いていい。窓口の人は教えるのが仕事。堂々と聞けばいいんだ。その通り。さあ今日は盛りだくさんでしたね。少し頭の中を整理しましょうか。はい。正直情報量が多くて頭がパンパンです。全部覚えなくて大丈夫。今日のシーンはたった一つ。動かなければ何も戻ってこない。動けば戻ってくるかもしれない。逆に放っておくと損するかもしれない。だからまずは自分に関係あるところだけ一歩踏み出してみる。一歩踏み出す。今日のキーフレーズにつながる気がします。いい流れ。じゃあそろそろ今日のキーフレーズに行きましょうか。待ってました。今日のはなんだか心に残りそうな予感がします。さて今日のキーフレーズに行きましょう。今日の話にぴったりのことわざです。待ってました。今日は何ですか？まかぬ種は生えぬ。これが今日のキーフレーズです。まかぬ種は生えぬ。種をまかないと芽は出ない。そう。原因がなければ結果もない。何もしなければ何も生まれないんです。なるほど。それが確定申告とどうつながるんですか？考えてみてください。医療費控除もふるさと納税も申告しなければ1円も戻りません。あ、つまり申告という種をまかないと還付という芽は出ない。まさに。黙って待っていても税務署からは戻ってきません。自分で動いて初めて実る。うわ、しっくりきました。めんどくさがって放っておくのが一番もったいない。その通り。もう一度言いますね。まかぬ種は生えぬ。まず一歩動いてみましょう。まかぬ種は生えぬ。今日から私も種をまきます。では少し練習してみましょう。私が言ったこと心の中で繰り返してみてください。はい、やってみます。医療費が1年で10万円を超えたら医療費控除で税金が戻るかもしれない。医療費控除で税金が戻るかもしれない。よし、覚えました。いや、今日はすごく勉強になりました。確定申告、少し身近になった気がします。それは何より。全部を一度に覚えなくていいんです。自分に関係あるところから少しずつ。はい、
まずは源泉徴収票をちゃんと見るところから始めてみます。いい心がけです。わからなければ税務署や役所の窓口もちゃんと教えてくれますよ。心強いです。聞ける場所があるってそれだけで安心。今日の内容が役に立ったらぜひチャンネル登録してまた一緒に学びましょう。それではまた次回。まかぬ種は生えぬで今日はお別れです。ありがとうございました。